お前はもう社員じゃない。え？どういうこと？お前はクビだ。20年間、夫のジンの両親が経営する会社に勤めてきた私に、夫はあっさりとクビを言い渡す。義父が亡くなった後、妹のリサさんが会社を継ぐことになったのが理由だという。ちょっと待って、どうしてそんなことになるの？リサさんが会社を継いだとしても、経理の仕事は必要でしょ？リサの彼氏が経理をやってくれるらしい。だからお前はもう不要なんだよ。そんな。私が呆然としていると、リサさんが勝ち誇ったように私に告げてくる。他人のくせに褒められて調子に乗ってるおばさんは身の程を知った方がいいわよ。これからニート生活頑張ってね。リサさんが帰ってきた途端、家族としても扱われないことだけでなく、20年間会社のために尽くしてきたことに感謝されず、仕事も奪われたことで、私は今までの苦労が馬鹿らしくなる。今まで義父は表立って私を褒めることはなかったが、私が提案したことが会社のためになると思えば、しっかりと取り入れてくれた。しかし、私を敵視するリサさんがトップでは、そうはいかないだろう。そんな会社には、もう未練はない。わかったわ。じゃあ、あなたたちも会社の存続のために頑張ってね。私はジンたちにそう告げ、会社へとの別れを決意した。私は南。昔からお金の計算が得意で、大学では経理を勉強し、大手企業の経理に採用された。仕事にもだいぶ慣れてきた頃に知り合ったのが、年下のジンだった。たまたま飲み屋で知り合ったジンは、両親の営んでいるリサイクル業を手伝っていると話してくれた。企業でバリバリ働く同僚とは違って、ちょっと優柔不断なところはあったが、のんびりとした性格のジンと話すのは、私にとっても新鮮だった。ジンも私のことを気に入ってくれたようで、私たちはその場で連絡先を交換し、二人で飲みに行くようになる。一緒にいるうちに、ジンは私に家族のことも話してくれるようになった。ジンの妹のリサさんは、勝ち気で自分が一番でないと気が済まないタイプだそうで、妹には昔から頭が上がらないとぼやいていた。リサは大学で経営を勉強した後、一般企業に就職したんだ。経営を学んだのに、お家のリサイクル業を手伝っているわけじゃないのね。地味なリサイクル業なんて、友達に自慢できないから嫌なんだとさ。リサは昔から自分のしたいことしかしないやつだったから。呆れながらも、ジンはリサさんのことを大事に思っているようだった。家族のことも話し合い、距離がどんどん近づいてある日、私はジンからプロポーズをされる。私もジンと離れることは想像できなくなっていたので、すぐに OK の返事をした。するとジンは、喜びながらも一つ条件をつけてくる。南にお願いがあるんだ。結婚したら今の仕事は辞めて、家業を手伝ってほしいんだ。お家のリサイクル業を？実は、今までずーっと母が経理を担当してたんだけど、母は特に経理を勉強したわけじゃないんだ。南はその辺詳しいだろ？南がうちの仕事を手伝ってくれたら、経理は南に全面的に任せたいんだ。大手の仕事に少し疲れていた私は、アットホームな家族経営の会社で働くのも悪くないと思い、惜しまれながらも元の会社を退職した。そして結婚と同時に、ジンのお父さんの会社で経理として働き始めた。いざ働き始めて帳簿を見直してみると、経理のことを全く知らない義母の帳簿の付け方は、まさに自己流で間違っているところも多かった。私は今までの帳簿を整理し、会社のお金の流れを一から見直し始めた。そのうちにリサイクル業の仕組みも理解することができ、どこの経費を削減できるのかや、売上の伸ばし方などわかるようになってくる。ジン、ちょっと相談があるんだけど。私は今まで練り上げてきた経費削減の計画と事業計画について、ジンに相談を持ちかける。ジンは私の作った資料をさらっと見て、一言伝えてきた。この事業計画なら売上も伸びそうだな。父さんと母さんにも伝えておくよ。私の案は採用され、無駄な経費のカットと新たな事業計画を推し進めるため、
私は寝る間も惜しんで働くようになった。その甲斐もあって、会社の業績はだんだんと右肩上がりになり、新たに従業員も雇うことができるようになっていく。会社が活気づくと、近所の人からも注目してもらえるようになり、私も積極的に近所の人たちと意見交換をし、地域密着の店として、さらに会社は大きくなっていった。その後も、経理の業務だけでなく、会社に尽くしてきた私は、気づけばこの会社に勤め始めてから20年の月日が経っていた。従業員や近所の人からはすっかり慕われるようになったが、逆にジンや義両親は私が会社に尽くすのを当たり前のように思っていた。みなみちゃん、働きすぎじゃない？お休みちゃんともらってる？近所に住んでいるおばちゃんがそう促してもジンは一生する。いやいや、こいつは仕事が生きがいみたいなもんですからいいんですよ。休みをもらったって大した趣味もないし。私も昔からジンくんのお父さんたちの会社はよく知ってるけど、ここまで大きくなったのはみなみちゃんのおかげでしょ？せめてたくさんボーナスあげなさいよ。こいつは俺の嫁なんですからボーナスなんて必要ないですよ。会社のお金で生活できてるだけで十分でしょう。周りの人は私の扱いを心配してくれたが、私は地域の人たちと関われるこの仕事に生きがいを感じていたため、休みが少ないことも、ボーナスがもらえないことも、さほど苦には感じていなかった。ただ気になるのが、ジンが毎晩のようにどこかに行っていることだった。ジン、ここのところ夜に出かけることが多いみたいだけど、どこに行ってるの？どこって、俺だって仕事の営業に行ったり、いろいろ人脈を広げてるんだよ。営業なら昼間に行けばいいんじゃない？うるさいな。俺には俺のやり方があるんだ。単なる経理の南は黙っててくれ。そう。でも仕事で何かあったら私も把握しておきたいから相談してね。ああ、わかったわかった。ジンはうるさそうに話を切り上げたが、ますます家に寄りつかなくなっていった。そんなある日、自宅に一本の電話がかかってくる。それは取引先の倉庫からだった。南さん大変なの。うちに荷物を取りに来た太一さんが急に倒れたの。え？お父さんが？義父はそのまま救急車で病院に運ばれたが、倒れた際の打ちどころが悪かったようで、そのまま息を引き取ってしまった。義父の突然の死を悼んで、取引先や近所の人たちがこぞって葬儀に訪れた。就職して家を出ていたリサさんとも久しぶりに顔を合わせる。リサさんは盛大な葬儀に目を丸くしていた。いつ潰れてもおかしくないような会社だったのに、いつの間にこんな大きくなったわけ？リサさんの言葉に従業員たちが反応する。南さんのおかげなんです。南さんが会社の経営を立て直してくれて、利益率も伸び、どんどん会社を大きくすることができたんです。しかも業績が上がった分は、ちゃんと俺たち従業員に還元するように提案してくれたおかげで、俺たちのモチベーションも上がったしな。南さんが頑張ってる姿を見ると、俺たちも頑張ろうって気になりますよ。何よ、こんな小さい会社の業績をちょっと伸ばしたくらいでいい気になるなんて。リサさんは久しぶりに帰ってきた自分には目もくれずに、私のことばかり褒める従業員たちの態度に機嫌を損ねたようだった。リサさんは私の顔を見ると、小遣いのように用事を言いつける。南さん、ちょっと喉が渇いちゃったから冷たい飲み物買ってきて。あ、お茶ならあるので入れますよ。私は冷たいものが欲しいって言ってるの。あなたみたいに小さい会社で働いてたらわからないかもしれないけど、大きい会社では上司の意見は絶対なのよ。リサさんは私の上司ではないと思いますが、上げ足取るんじゃないわよ。南さんは嫁の立場なんだから、私の方が上の立場ってことよ。葬儀が終わると、リサさんはジンと義母を部屋に呼び出した。お兄ちゃんお母さん、これからのことを家族で話したいからちょっと来て。そして、ジンの隣にいる私を一別すると、冷たい目で告げる。家族の話し合いだから、南さんは席を外してちょうだい。唖然とする私を置いて、リサさんを先頭に、
ジンと義母は別室に入っていく。そして1時間後、部屋から出てきたジンはあっさりと私に告げてくる。会社は妹に譲ることにしたから。え？リサさんに？どうやら家族の話し合いで議題になったのは、義父の後に誰が会社を継ぐのかということだった。優柔不断でトップに立つような性格ではないジンは、社長になるのに後ろ向きで、義母も自分が前面には立ちたくないとのことだった。そこで名乗りを上げたのがリサさんだった。リサさんは、社長になることに消極的なジンと義母の様子を見て、自分が社長になってあげてもいいと二人に宣言したという。二人はリサさんの提案をありがたく受け入れたとのことだった。でも、リサさんは今までこの会社に全く関わってこなかったのに大丈夫なの？私の言葉にジンは少しムッとして答える。またお前はそういうめんどくさいことを言い出す。家族のことには口出ししないでくれよ。私だって家族よ。それに、この会社のために尽くしてきた社員でもあるでしょ？お前はもう社員じゃない。え？どういうこと？お前はクビだ。ちょっと待って。どうしてそんなことになるの？リサさんが会社を継いだとしても、経理の仕事は必要になるでしょ？リサの彼氏が経理をやってくれるらしい。だからお前はもう不要なんだよ。そんな。私が呆然としていると、リサさんが勝ち誇ったように私に告げてくる。他人のくせに褒められて調子に乗ってるおばさんは身の程を知った方がいいわよ。これからニート生活頑張ってね。リサさんが帰ってきた途端、家族としても扱われないことだけでなく、20年間会社のために尽くしてきたことに感謝されず、仕事も奪われたことで、私は今までの苦労が馬鹿らしくなる。今まで義父は表立って私を褒めることはなかったが、私が提案したことが会社のためになると思えば、しっかりと取り入れてくれた。しかし、私を敵視するリサさんがトップでは、そうはいかないだろう。そんな会社にはもう未練はない。わかったわ。じゃ、あなたたちも会社の存続のために頑張ってね。私はジンたちにそう告げ、会社との別れを決意した。それから私はジンを送り出し、家で過ごす生活を始める。しかしその数ヶ月後、リサさんがジンと共に家にやってくる。リサさんどうしたんですか？どうしたのじゃないわよ。最近どんどん会社の業績が悪化してるの。あなたちゃんと引き継ぎしなかったでしょう。は？最低限の引き継ぎはさせてもらいましたけど。そうしたら、どうしてあなたが辞めてから急に業績が落ちているの？毎月の支出の見直しをされていますか？ちゃんと売上と経費の差額を計算していかないと赤字になるだけですよ。そんなこと、いつもやっているわよ。私は経営を学んできた身よ。あんたとは違うのよ。でも、それでも経営がうまくいっていないのは、経営の仕方に根本的な問題があるんじゃないんですか？そんな風に言うんだったら、あんたがしてきたことちゃんと教えなさいよ。私が黙っていると、痺れを切らしたジンが詰め寄る。南も家にいるだけで飽きてる頃だろう。会社を手伝うなら小遣いくらいは出してやるから戻ってこい。問答無用で追い出したくせに会社の経営が危うくなった途端、手のひらを返したように私を呼び戻そうとする態度には呆れてしまう。お断りするわ。私はもうあの会社に戻りたいとは思わない。私の言葉を聞いてリサさんが逆ギレする。は？専業主婦のくせに何を偉そうに断ってるの？家族の会社を見捨てるなんて冷たい女ね。南さんにはあの会社を大事に思う気持ちはないわけ？私はたまらず反論する。会社を大事に思ってないのはリサさんの方でしょ？社長を引き受けてやった私のどこが大事に思ってないっていうの？リサさんはもともとこの会社のことは地味でつまらないと言っていましたよね。女社長っていう響きがかっこよくて、周りに自慢できるからと引き受けただけのくせに、偉そうに言わないでください。何を根拠にそんなこと言うのよ。リサさんの彼氏の良平さんが引き継ぎの時に教えてくれたんですよ。
だからどうだっていうの？理由はどうあれ、会社の後継者がいなかったピンチを救ったのは私よ。ピンチを救った？今の業績悪化を招いているのはリサさんだと思いますけど。どういう意味よ？昼間家にいると常連客だった近所の人の噂がよく耳に入ってくるんです。リサさんが良平さんと勤務中にブランドショップに出入りしたり、一緒に旅行に向かう姿も目撃されています。それは仕事の出張で。経理を引き連れて出張するような業務は、私が勤務した20年間一度もありませんでしたよ。具体的にどのお客さんとの仕事か教えていただけますか？そんなの、退職したあなたに教える筋合いないでしょ？彼氏の良平さんっておしゃべりですよね。引き継ぎの時に彼女が社長ならこれからは会社のお金で旅行したり、買い物したりできるって自慢げに話していましたよ。リサさんは苦虫を噛みつぶしたような表情になる。良平ったら余計なことを。社長が自分の権限で彼氏を経理にして会社のお金を好き放題使っている状態では従業員はついてきませんよ。業績が悪化したのはリサさんたちの行動に問題があるんじゃないですか？私の言葉にジンもリサさんを凝視する。リサ、お前本当か？本当だとしたら会社の金を私物化するなんて横領だぞ。違うのお兄ちゃん。これはこの女が勝手に言ってるだけよ。それなら帳簿を見せてもらえばはっきりすると思いますよ。良平さんは経理の知識もないようでしたので、隠蔽する技術もないでしょうし、使った証拠が丸々残っているはず。私がそう言うと、リサさんは真っ青になる。その様子を見て、ジンがリサさんを責め出す。お前を社長にしたのは間違いだった。母さんにもこのことは報告して、お前のことは解任する。そんな、ごめんなさい。私が悪かったから許して。そうすがるリサさんだったが、ジンが彼女を許すはずはなく、リサさんはすごすごと帰っていった。後に残ったジンは私にすがりつく。ミナミ、会社を立て直すにはお前の力が必要だ。戻ってきてくれ。さっきも言ったでしょ？私はあの会社に戻る気はないわ。そんな、俺たち夫婦だろ？いいえ、もう私たちの夫婦関係も終わりよ。私はジンに離婚届を突き出す。何を言い出すんだ？会社にも戻らずに離婚したら困るのはお前だぞ。どうやって生活するつもりなんだ？それならご心配なく。私はジンにかつて勤めていた大企業の採用通知を見せる。仕事を辞めてから自宅で転職活動をしていたら、以前一緒に働いていた同僚が人事に異動してたの。彼女が私の働きぶりを思い出してくれて、再就職を進めてくれたのよ。だからって、離婚する必要はないだろ？いいえ、離婚する理由ならあるわ。は？お父さんが亡くなる少し前から、あなたの帰りが遅いことが気になってたの。だからこの数ヶ月の間、更新所であなたのことを調べさせてもらった。そしたら浮気の証拠がたくさん出てきたってわけ。私はジンが見知らぬ女性と密会している写真を突き出した。なんだこれは。夫の浮気は立派な離婚の理由になるので、あなたには慰謝料も請求させてもらいます。証拠を見せられ、言い訳のしようもないジンは、私の要求を飲まざるを得なくなり、離婚届と慰謝料の念書にサインをする。私はその2つの書類を手に荷物をまとめて自宅を出て行った。その後、ジンと義母はリサさんを解任してジンが社長となった。同時に良平さんも解雇し、経理は昔のように義母が兼任することになった。解任されたリサさんは再就職を試みるが、高望みばかりした結果、どこからも採用通知をもらえず、結局フリーターとなり、友人たちからも陰で笑われているらしい。良平さんはリサさんのお金目当てで付き合っていただけだったようで、リサさんがフリーターになった途端、別の女性に乗り換え、リサさんはあっさりと振られたようだ。会社の方も社長の才覚のないジンと経理の知識のない義母では、傾いた経営を立て直すことはできず、業績は落ちる一方。従業員たちも離れていき、とうとう会社は倒産してしまったそうだ。
ジンと義母は借金まみれになり、ジンの浮気相手もジンにお金がなくなったと知ると音信不通になったと聞く。一度も企業に勤めたことのないジンはバイトしか働く場所がなく、なかなか借金を返すこともできない中、年齢的にバイトすらできない義母の面倒まで見ることになり、苦しい生活を送っているという。一方私は昔の勘を取り戻し、大企業で遜色なく働くことができている。かつての同僚からは戻ってきてくれたことを感謝され、頑張った分の仕事を正当に評価してもらえている。自分の努力が評価され、認められるという当たり前の状況になり、私は家庭も仕事も自分を必要としてくれる場所が一番だと改めて実感している。周りの人の期待に応えるため、これからも仕事に一生懸命打ち込もうと誓うのだった。